の回りの数を適当に集めたら、どの数字で始まることが多いか知ってる？実は全体の3割が1で始まってるらしいのだ。ふふ、それは偶然じゃないわ。ベンフォードの法則、世界を裏で操る数の魔法について今日は教えてあげるわね。いきなり3割が1って言われても信じられないのだ。サイコロみたいに1から9までだいたい同じ確率になるんじゃないの？普通はそう思うわよね。でもこの歌詞を見てみて。トネリコの木の葉を数えてみた。一番上の桁は1が多い。2から9へと逆降りるように。1の数は9の 6.5 倍。これがベンフォードの法則よ。自然界にあるさまざまな数字、例えば川の長さや会社の売り上げ、そしてトネリコの葉の数なんかを集めると、一番上の桁が1である確率は約 30.1% にもなるの。 30%？ そんなに偏ってるのだ。数字が大きくなるにつれて確率は下がっていって、2は約 17.6%、9になるとたったの約 4.6%。なんと1が出る確率は9が出る確率の約 6.5 倍もあるのよ。まだ信じられないのだ。本当にそんなことになるの？1から100まで数えたらそんなに偏ってないはずなのだ。そうね。1、2、3って足し算で増えていく世界なら数字は均等に出現するわ。でも自然界の増え方は違うの。例えば2をどんどんかけていくとどうなるかしら。2から始まって 2×2、そのまた ×2 と10回繰り返してみたわ。この中で1から始まる数字はいくつある16と128と1024、全部で3つなのだ。そう、10個中3個、つまり 30% が1で始まっているの。じゃあこれを100回繰り返して数字が100個になったらどうなると思う？さすがに数が多くなれば他の数字も出てきて平均的になるんじゃないの？ふふ、それじゃあ結果を見てみましょうか。これは数字を 2×2× と掛け算で増やしていった結果の最初の桁を集計したグラフよ。あ、1がすごく多いのだ。30個だからやっぱり 30%。ここで一つ目の重要なポイントよ。ベンフォードの法則が成り立つのは、足し算ではなく掛け算で数が増えるから。なるほど。足し算の世界と掛け算の世界は景色が違うってことなのだ。ちなみに対数っていう魔法の定規を使うと、この階段の形がピタリと予測できるのよ。対数、言葉は難しいけど、この階段の形を決めてるルールってことなのだ。でもメタン、おかしいのだ。なんで自然界はそんな掛け算の世界になってるの？いいところに気がついたわね。実はそこには自然界に隠されたある構造が関係しているのよ。その答えがこの歌詞にあるわ。拡大縮小枝ぶりは変わらぬ。スケール不変の断り。葉脈に気づくフラクタル構造。キーワードはフラクタル構造よ。これを見て、例えば1本の太い幹から2本の枝が分かれているとするわよね。その2本の枝の先からさらに2本ずつ枝が分かれてで繰り返すとどうなる？最初は1本、次は2本、その次は4本。あ、さっきの 2×2× と同じ増え方なのだ。その通り、木の枝分かれこそがまさに掛け算の世界なのよ。そしてこの枝分かれした先を拡大して見てみると、元の木全体と同じような形をしているの。これを自己相似、つまりフラクタル構造というわ。確かにブロッコリーとかも小さなかけらが全体の形に似てるのだ。サイズが違うのに形は一緒ってこと？そう、どれだけ拡大しても縮小しても同じ構造が現れる。これをスケール不変性って呼ぶの。見る倍率、スケールを変えてもその性質が変わらない不変ってことね。なるほど、大きさは関係ないってことなのだ。この構造こそが
掛け算の世界を生み出しているのよ。そして、トゥクク、そう、これぞ、ユグドラシルの石。一見無秩序に見える混沌の森も、思念なる、スケール不変の断りによって支配されている。小さき葉脈の太筋から、銀河の渦に至るまで、すべては原初の数字、1による支配からは逃れられないのよ。またメタンの12秒妄想が爆発してるのだ。早く戻ってくるのだ。古本、失礼したわ。気を取り直して、次のポイントを聞いてちょうだい。掛け算で数が増えるのは、フラクタルとスケール不変な構造のせい。この構造だと、常に一定の割合で変化していくから、結果として掛け算で増える世界になるの。細胞分裂も、微子も、みんなこの性質を持っているから、ベンフォードの法則が現れるのよ。自然ってすごいのだ。誰かが定規で測って作ったわけじゃないのに、勝手に法則に従うなんて。そこが一番面白いところなのよ。整えられた調和を生むのは、無秩序な個々の振る舞い。木の芽の一つ一つは法則に従ってやろうなんて考えてないわよね。それぞれがもっと光を浴びたい、こっちに伸びたいって勝手気ままに、ある意味無秩序に伸びていくわ。みんな自分のことしか考えてないのだ。でもその個々のバラバラな頑張りが集まると、全体として美しいフラクタル構造が出来上がって、結果的にベンフォードの法則という調和が生まれるの。これが最後のポイントよ。美しいフラクタル構造は、無秩序な個々の振る舞いと、その並列処理によって生まれる。この並列処理っていうのがすごく重要なの。誰か偉いリーダーがお前は右、お前は左って命令してるわけじゃないのよ。リーダーがいないのにあんなに綺麗な形になるのだ。リーダーがいないからこそ、一本一本が自分の場所で光欲しいって現場判断できるの。全員が同時に動く並列処理だから、どんな環境でも美しい形になれるのよ。これが自然の豊かさの秘密ね。エモいのだ。数学の話かと思ったら、なんかすごく深い話だったのだ。今日のまとめなのだ。1、ベンフォードの法則で1が多いのは自然界が掛け算で増える世界だから。2、その背景には拡大しても形が変わらないフラクタル構造がある。3、個々の無秩序な振る舞いが全体として美しい数の調和を生み出している。完璧ね。ずんだもん。一見バラバラに見える世界も、数学という魔法の眼鏡を通してみれば、美しい法則でつながっていることがわかるわ。今日の解説面白かったかな。面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくなのだ。コメントも待っているわよ。もしあなたがチャンネル登録をしてくれたら、我が漆黒の翼のカゴにより、明日のテストで勘が冴え渡る呪いをかけてあげるわ。ふふふ。それは普通に嬉しいやつなのだ。次は何の曲なのだ。次は食べ物についての教えの曲よ。食べ物を好き嫌いしないとか。僕はずんだ餅があればそれでいいのだ。ちょっと意外な存在が食べ物について語ってくれるから楽しみにしててね。意外な存在？気になるのだ。それじゃあまた次の動画で会おうね。